2022年に開催された K1 無差別級トーナメントで優勝した、第2代、クラッシュのクルーザー級王者のけど、やっぱりこっち取られちゃうとこうカットしにくいのと、普段カットする場合ってこの一番メジャーなのが外に膝を向けて前当てに行くのがメジャーだと思うんですけど、ここなんでいちいちこっちに立ってここ蹴るとかじゃなくて、こちらのポジションに立って正面からでもここが蹴れちゃうので。こんにちは、空手家動きです。今日は横浜にある TS キックボクシングジムに来ているのですが、今回はちょっとすごい面々とコラボさせていただくことになりました。すいません、ちょっとよろしくお願いします。よし、お願いします。ですね、まずはこの2022年に開催された K1 無差別級トーナメントで優勝した、第2代、クラッシュのクルーザー級王者のハマーの悟り選手です。よろしくお願いします。マハムードです。マハムード、失礼しました。マハムード悟り選手です。大丈夫です。ごめんなさい。続いてですね、3月に開催された K1 ワールドマックスで、元王者だった浦部選手と激闘を繰り広げて大会を盛り上げまくった、第7代クラッシュスーパーライト級王者の、鈴木海斗選手です。よろしくお願いします。あとですね、今回お二人を紹介していただいた、川又さんなんですけど、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今回ですね、ちょっと川又さんを通じて、ちょっとカーフキックについて聞きたいっていう話を聞いたので、今日はがっつり僕が知りうる限りのカーフキックの情報を全部ここで公開していこうかなと思いますんで、今日よろしくお願いいたします。お願いします。はい、こんな感じでThank you。じゃあよろしくお願いします。ですね、今回ちょっと最初に、鈴木選手に、ちょっとお伝えしたいことがあって、前回ですね、K1 で浦部選手との試合で、外のカーフキックを、効かされて1回ダウンしたところからの大逆転だったんで、あれは激闘も激闘だったんで、ちょっと見たことない人はちょっとぜひ見ていただきたいんですけど、せっかくなんでちょっと今回最初にその外のカーフキックについて僕が知り得る限りのことをちょっとお伝えしたいなと思ってて、で、ちょっと蹴り方と、あと、少し受け方というか、そのディフェンスの、知識的になるようなものとか、蹴る方の知識が得ると、受ける方もしやすくなるので、ちょっとそこもちょっとお伝えできればなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。ちなみに、蹴るときに、使う部位と、どこを蹴るのかっていうのをまずちょっと解説していきたいんですけど、これ空手家が独特なのかもしれないんですけど、僕ら空手家ってちょっとじゃあ離れた方がいいかな、ここのですね、この欠場骨ってここに骨があるんですけど、そのくさび状の骨って言うんですけど、ここの骨1点で蹴るんですよ。あ、ここで蹴ってるんですか？そうなんですよ。もうこの面を使うんじゃなくても、ここ1点でその点で当てるっていうことをかなり意識して。あ、そうなんですね。そうです。ローキックもここなんですけど、基本カーフキックもここで蹴るかここで蹴るかで全然気が違ってくるんで、そうなんですね。僕ら完全にここで普段蹴ってるんです。で、今回ちょっとですね、一応カーフキック外側が、僕が、使ってるのが3箇所、で内側が2箇所あるんですけど、ちょっと最初、外側の方を解説していきたいと思います。お願いします。じゃあ最初に、一番一般的な、カーフキックで使われる、ふくらはぎの、ところについて、解説していくんですが、正直蹴る部位によってコツとかちょっと違いが出てくるので、その辺も詳しくちょっと解説していきたいと思います。で、ちょっとこっち来ていただいて、僕が普段カーフキックで蹴ってるところで、大きく分けて3つあるんですけど、1つがこの、多分空手で僕がメインで使ってたのはこの、くるぶしから指3つ、ごめんなさい、ちょっと折れてるからこっちに3つ分ぐらいのこの多分押さえるといいですね。ここの部位と、あと一番一般的に言われてるこのふくらはぎのここの部位ですね。ふくらはぎのこの付け根のここの部位と、あと前傾骨筋って言われて、ここに前に筋肉があるんですけど、ここの中心のこの部分、この3つを分けていくんですけど、多分前回聞かされたのって多分ここですよね。なんでちょっとここに関してちょっと解説していきたいと思います。はい。で、そうです。チャックが使われてるんで、ちょっと書いてある。そうです。で、一応、正直一発で効かして相手が動けなくなるのはここのが一番
そうなんです有効打になるんですけど、ちょっと実は蹴る方のリスクもあるんで、なるほど。はい、ちょっとここ危険も伴うんですよ。で僕らが蹴ってるここは、KO にはつながらないんですけど、はい、かなり痛いので相手をコントロール、痛みでコントロールする場合ここ、あとは前傾骨筋っていって、ここに関してもちょっと後で詳しく解説するんで、もここも結構当たると足が動かなくなるというのが一つなんですね。でまずここからなんですけど、はい、前回、はい、サウスポー同士で前足のカーフを蹴られて、はい、聞かされたんですけど、あの時に、はい、ちなみに鈴木選手ってあの時って、なんかアドバイスとかトレーナーから言われて位置を変えたとかポジション変えたとかはあります？ラウンド終わってからポジション変えましたね。ですよね。戦い方変えました、はい、で、はい、あれ最初、カーフキックが外のここが蹴りやすいポジションに結構いってて、はい、これそうですね、こちらが外を取ってるこのポジションってここがすごい蹴りやすいんですよね、はい、でフルコンの選手ってつま先の向きを内側に向けることって少ないんですけど、そこまで極端じゃなくていいんですけど、はい、特に総合の選手とかみたいにタックル警戒してる人って開いてこっちになるんで余計ここ食らいやすくなるんですけど、はい、でスタンドの選手ってあんまりこっちにこうやって構えないんで比較的カットはしやすいんだけど、やっぱりこっち取られちゃうとこうカットしにくいのと、普段カットする場合ってこの一番メジャーなのが外に膝を向けて前当てに行くのがメジャーだと思うんですけど、それやるにしても、はい、ここからだと、カットをちょっとしてもらっていいですか、はい、こう外から回すと蹴れちゃうので、なるほどですね、基本やっぱりポジションを、はい、こちら側に取っていくのがやっぱ基本になってくるんで、はい、外のカーフキックに関してはやっぱりそこをまず、ポジションですね。そうですね、ポジションがすごい大切なんで、そこを、気をつけていただきたいのと、あと正直これ僕しか使ってないあれがあるんですけど、最近僕流しでカーフキックも流しで受けてるんですけど、ちょっとオーソで構えてもらっていいですか。これは多分ほとんどの選手使わないんですけど、普通は蹴ってきた時に対してちょっと蹴ってもらっていいですか。カーフをこうやったりとか、蹴ってきたやつをこう受けるのが基本なんですけど、ちょっと一回普通に蹴ってもらっていいです。当てちゃってもらっていいですか。パンってもうちょい当ててください。じゃあちょっと強めに当ててもらっていいですか。こういうのやるんですよ。こういうのやるんですよ。なんですけど、これはあんまり使う選手がいないんで、てか僕以外使ったことある人しないんで、なんですけど、道場でカーフキック蹴ってくる人に対しては僕これで来た時に当てに行って、ちょっと蹴ってもらっていいですか。最初は基本こう当てに行く感覚で前に出すんですけど、出した後に当たる時に一回じゃあちょっと当てるつもりで蹴ってください。蹴ってください。こういう感じでスコって抜くと、相手がこう当てに来たやつに当てようと思ったら、あれってなるんでバランス崩しますこういうのもあるんですけど、失敗するとリスクが高いんで、100発100中でできない場合はあんまり使わない方がいいんですけど、でもこういうのも一応あるっていうのだけ最初は、でやっぱり基本はやっぱりポジションをそっちに取ってもらって、僕サウスの方がですね、でこっち蹴ってきた時にすねをしっかり向けてカットするっていうのが基本になってきます。であと多分ここで、僕ちょっと左利きじゃないんですけど、ここで面で当てるのと、ここの点で当てるのでダメージが変わってくるんで、もし自分が使われる時は、もう本当ここ1点で当てるっていうのは結構意識してもらって、ちょっとじゃあ次の蹴りの時がすごい分かりやすいんで、ちょっと、次の蹴りの時にちょっとその欠場を使うメインかでちょっと体験してもらう、ここ点で蹴ると効いちゃうので痛みで分かるところをちょっと今度解説したいと思います。あとすみません、1個言い忘れたんですけど、こちらを蹴る場合は、足首は結構伸ばし気味で蹴るんで、僕ポジションによってその足首の角度を結構変えるんですけど、カーフキックの中で一番足首が伸びてるのがここになってきますね。距離もちょっと遠めにここからバチンっていけるんで、伸ばし気味でいけています。で次、これ多分空手僕ら独特なんですけど、ここに蹴るカーフキックなんですけど、これ正直僕オーソドックスで相手がオーソの方が得意なんで、ちょっとオーソに変えてもらっていいですか。で
これはもうここのさっき押さえた痛いところですね、はい、ここに対してこのさっき言ったこの欠如骨をこれをここでポンって当てていく感じでなるほど、はい、これ面とかでバンって当ててもこれ痛みが痛くないんでここでコンっていう違いますねなんか金属でコンそうなんか本当点で打たれてるなんか点でコツンって当てていくんです、はい、でこれとかの場合はどうしてもここを当てたいんで、はい、少し足首こうしちゃうと実は当てれないんでちょっと足首をこちら側に起こしてやってここに当てるっていうでこれの時は実はポジションこっちじゃなくて、はい、この辺で蹴れるんで外取らなくてもいいってことですか？そうですそうです、例えば構えてもらって、でなんならちょっと膝外向けてもらっていいですか。でこの状態でもこれ蹴れちゃうんですよはい、であとさっきこのカーフここ蹴ろうとした時に例えばですけど内ポジション取って膝こう向けられた時って、はい、ガーンって自爆しちゃうんですけど、はい、ここの距離でここって自爆せずにバカバカ蹴れるんでなんで一応これの時は、はい、そうですねこの位置取ってここ蹴るって必要なくて、はい、別にこの位置でもちょっとこの位置だと膝をこう入れるのが少し難しくなるんですけど、はい、相手の膝に対して自分の膝をしっかりこっちに入れなきゃいけない蹴りなので、はい、遠くなった場合はこっちに持っていかなきゃいけないんですけど、ここにいる時にそのまま相手が膝に向けてもポンって蹴れちゃうっていうメリットがあって、はい、これは多分キックの選手を使ってる人多分いないんでいないですね。あとこれの場合ちょっと接近戦とかでこうなった時とかでも普通にガンってきますねで蹴れちゃうっていうメリットがあります、はい、でこれは正直さっきも言ったんですけど、はい、一発で倒す技じゃないんですけど、はい、痛いんですよね。ダメージを溜めていくはい、今のだと本当こんなんで蹴ってますけど痛いじゃないですか。あれをここでバーンって蹴ると痛ってなると例えば僕らの時とかここでバーンって蹴ると痛いんで、離れたってこのぐらいの時にこうやってやってくれる選手が出てくるんですよ、はいはい、痛くて蹴られたくないが。なるほど。そうするともうこんだけでめちゃくちゃ有利になるんで。そういうことですよねだから効かさなくても組み手というかそれ自体を戦いを有利にしてくれるっていうメリットがあって、はい、結構これは自爆もうまく使えるようになって自爆がほぼゼロで蹴れたんで、これは僕の主武器の一つです、はいはい、いやめっちゃ痛いですねじゃあ次がちょっとリューツァー選手が使ってる蹴りに近いかなってなってくるんで、よかったらちょっとサッタリ選手が聞いてほしいんでまたちょっと落語だけお願いします。じゃあ改めてよろしくお願いします。今度3つ目の、部位です。すねのですねこの前脛骨筋と言われるこの前のすねのここの筋肉を蹴りなんですけど、こちらに関してはちょっと試合見てたらリューツァー選手ここも結構蹴るかなと思ったので、ぜひちょっとサッタリ選手にも聞いていただこうかなと思うんですけど、多分ここを故意に狙って蹴ってる選手ってそんなに多くないですよね多分。ただなんとなくリューツァー選手見ているとカーフキックこっちじゃなくてここも意図的に蹴ってるかなってちょっと思ったので、僕もちょっと蹴ってる技の一つなのでお伝えしたのかなと思います。で、フルコンタクト空手の選手とか相手にやるときとかはちょっと構えていただいて、ローキックってちょっと上げてカットしてもらっていいですか。こうやって上げてくる選手に対して初めからちょっとカットしようと思って上げてます。斜め下からここにこうちょっと上げてます。ここを蹴るっていうイメージで、ここを蹴ろうとしてカットしようとしたやつに斜め下からここ蹴るとカーブに近いここの部位を蹴れるんで、こういう感じでちょっとフェイントかけて相手が振って上げてくれた時にパーンって蹴る蹴りとして僕はフルコンでは使ってたんですけど、これこの間リューツァー選手のやつ見てたら、ちょっとこちら聞いていただいていいですか。ここなんでいちいちこっちに立ってここ蹴るとかじゃなくて、こちらのポジションに立って正面からでもここが蹴れちゃうので、そういう使い方があるんだと思って、でこの間ちょっと構えてもらってこっちにパンってなんかで回ってこちらにバーンってカーフを蹴ってたので、新しい使い方かもしれないと思って、でこれ正直こっちに来るんで、すねをちゃんとこっちに向けてればまだカットしやすいんですけど、中途半端にこれ、足がこっち向けずに正面のままだとバチコーンって蹴られ
れちゃうのと、意外と強く蹴ると完全にこう外に向けきってないとここ効かされるんですよね。実際ちょっと龍太選手の試合見て、もしかして使えるかもしれないと思って道場でちょっとやってみたら、あれ意外に当たるぞと思って、僕現役の頃はその技使ってなかったんですよ。ちょっと構えてますが、ちょっと軽く蹴るんで、なんすかね、少し外向けてもらっていいですか。ここでこうやって蹴っていくと意外と当たるというか、そうそう、当たる。そうなんで、これの時、こっちに回ってここ蹴っていく時は向けながら、ある程度こう完全に上げる感じで、そうですね、そうです、そこまで上げないと意外にちょっと向けただけでいいです。上げずに向けただけにしてもらって、それだと意外にこれが当たっちゃうので、ちょっとこれは気をつけていただいた方がいいのかなとこの間ちょっと試合見てて思いたんで、ちょっとせっかくなんでお伝えしようかなと思います。大丈夫です。で、正直これ龍太選手のやつを見る前は、僕がこれやってたのはもう本当、相手がこうグッて踏ん張った時のここか、相手がカットしようとした時のこれだったんですけど、意外とこれで相手が止まっちゃえばここからでも蹴れるなって思ったので、よかったらもう参考にしてみてください。はい。でですね、今から、カーフキックの内側について残り2つをちょっとお伝えしたいと思うんですけど、ちょっとここから先が、サッタリ選手のチャンネルの方で後半、僕のカーフキックを紹介させていただければと思いますんで、引き続きよろしくお願いします。これでたくさん人を KO しました。ボンボンボンさあ、おーしゃー、これでいい。やばい、本当に。僕ら空手とかだとこのかかとはこっち向きにするのが基本なんですけど、こうは普段蹴らないんで、ちょっとこれ目から鱗というか。スタミナ稽古でスタミナの伸び率を最大化するためにとても大切にしていたことの3つをお届けしたいと思います。追い込み稽古の方法と注意点、具体的なメニューについてお伝えしたいと思います。初心者や中級者の場合は筋肉に送れる、酸素量を増やすために行うのであれば